模活時間の記録。今回はプラモデル製作や消しゴム塗装をしている、普段は作業シートの外にある愛用の、そして準備や後処理にも欠かせない資材、材料、アイテムを記録に残しておきます。早速順を追って、この猫の手ステーション、作業シート外で模型が居座る場所として2箇所あります。一つは製作・塗装中の一時的な乾燥の場所として、そして作業前・作業後にスプレーさせる時の作業・乾燥場所。このクリップ式の猫の手を使います。消しゴムの塗装の時には足裏にこのピンバイスを刺して持ち手にしています。このベンジンは消しゴムフィギュアの塩ビの柔らかさを抜く硬質化させるための処理に使っている薬品です。これで塗装後に生じるベタつきを抑えることができます。プラモデル、消しゴムともに水性塗料をペイントする前の下処理としてミスタースーパークリアツヤ消しを使っています。光沢のある表面からマットな質感に変えることで一発目の塗料ののりを良くする効果があります。製作・塗装作業に欠かせないのがこのヘッドルーペです。40代を超えてきたあたりからなんだかんだで老眼、さらにはそもそも小さな箇所に向かっての作業になるので拡大鏡は欠かせません。1000円程度で手に入るアイテムです。倍率は 2.5 倍から3倍のレンズを使うことが多いです。こちらはプラモデル用の接着剤、刷毛塗りタイプと流し込みタイプ、使う場面に応じてどちらか使い分けています。流し込みタイプはなかなか使っていて心地よい。事前に行うプラモデルのパーツカットにはこちらの薄刃ニッパーです。塗装筆のメンテナンスで毛を切るときにも使ったりもしています。塗装アイテムに入ります。長く模活をされている方や人それぞれ相性や好みもあると思いますので、特にこれから始める方や始めたばかりの方などへの一つの参考になれば幸いです。ポイントにしているのは、作業シートでの制作活動は1日1時間まで。仕事ややることが他にある中で、その間に集中できるように計画してっていうのが準備だったり後処理の道具の役割になってたりします。肝心の筆は基本的には安価な使い切りのものを購入しています。ですが筆洗浄、リンス、メンテナンスをすることでおそらく平均しても10回以上は使えている気がします。極細筆、面相筆、ちょっと太めのもの、平筆、こちらは広い面積を塗る際に、ドライブラシをする時のブラシです。塗料は水性アクリル塗料が主で、シタデルカラーとファレホ、塗るカラーや用途に応じて使い分けています。塗料に関しては別途カラーごとに記録動画をまとめますので、詳しくはまたその時に。パレットはもう100均で揃えられるものを 1,2 年使い続けています。一つはこれ、かなり年季が入ってきました。水で希釈して使う場合に主だったカラーに応じて使っています。そしてウォーターパレット、こちらはタッパー、スポンジ、ペーパータオル、クッキングシートに順に重ねて作って、水を張った容器で主にファレホ、チューブから出して使う水性塗料のパレットです。出しすぎた分も蓋をして保管しておけば、明日でも明後日でもまたちゃんと使えます。どうしても作業中に乾いてしまうことの多かったペイントの課題をこの簡易ウォーターパレットが見事に解決してくれました。水は徐々に乾燥していくので、表面のシート交換と合わせて10日に1回くらいメンテナンスしています。何かと必要な水はボトルに入れて手元に置いています。スポイトで取って
必要な時にパレットに移して水で薄めたりしています。シタデルカラーにしてもファレホにしても少しでも長く最後まで塗料を使えるように、購入時にこのステンレスの攪拌ボールを1つ入れるようにしています。スプレー缶なんかでよくカチカチカチ振ったらなるあれです。塗装後はステーションで仕上げのスプレー吹き付けですが、水性塗料を塗ったプラモデルや食玩フィギュアの時にはこの水性トップコート艶消し、消しゴムやソフビの塗装の時はソフト99コーポレーションのボデーペンクリアを拭くようにしています。水性塗料なのでラッカー系の仕上げ剤は NG ということと、消しゴムやソフビの場合は事前に抜いているとはいえ中にある可塑剤が万が一外に出てくることを防ぐためにも、本来は車体用のスプレーなんですが、これを軽く拭いて仕上げるようにしています。その日のペイントが終わったら忘れぬように筆のメンテナンスです。筆の洗浄に使っているのは筆ピカリキッドとブラシクリリンです。毛先のリンス機能を踏まえた品質では筆ピカリキッドで、コスパならブラシクリリンという感じですが、ならばそれを併用しようということで、およそ筆ピカリキッド1、ブラシクリリン2の比率でその日使った筆を漬け込み、その後水洗いするようにしています。完全に制作外の時間での作業にはなりますが、この筆のメンテナンスは非常に重要で、これをやっているやっていないで翌日の作業効率が全然違ってくるんですね。集めてみると、そして長くやっていればその分準備や後処理に使う資材道具も多くなってきていました。いかがだったでしょうか。何か一つでもお役立ちできれば幸いです。また時間を改めて塗料を各カラーごとにまとめた記録動画を作る予定でいます。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。